ハリッサ、少しやみつき味な調味料です。じゃん。皆さんこんにちは、ぐちの達也です。今回は先日ねスタートした社会のご飯を食べる企画でございます。旅ご飯、それの第3弾でございます。で今回ねご紹介するのはこちら、ハリッサ。実際の赤い調味料なんですけれども、この間紹介したマッサにちょっと近い調味料です。マッサよりもう少しやみつき味な調味料です。こちらの作り方と実際にフィンランドで紹介したレシピをご紹介したいと思います。それでは今回ハリッサ作っていきましょう。そしたらじゃあ作っていきます。実際ねフィンランドで紹介したのは春キャベツを美味しく食べようっていうレシピでした。で春キャベツを美味しく食べるのに美味しいやみつきつけだれ調味料あったらいいなと思ってハリッサをご紹介しました。なのでちょっとね野菜は先に切っちゃいます。で今回使う材料をご紹介すると、春キャベツね、普通の冬のキャベツでももちろん大丈夫です。そして豚バラ肉使っていきます。でこの分量はね大きく味に差が出るもんじゃないので、皆さん食べたい量ご用意いただければいいのかなと思います。今回ねこの肝となるハリッサレシピはしっかり教えますので、その分量で作ってみてください。2つ目の材料、豚バラ肉切っていきます。豚バラ肉はねだいたいちょっと食べやすいサイズに適当に切ってもらえればいいのかなと思います。1枚長いとなかなかちょっと食べにくかったりするので、サイズはね食べやすいサイズぐらいにちょきちょきと切ってもらえばいいのかなと思います。で結構これね豚肉とキャベツたくさん食べれるレシピなので、たくさん用意して蒸して食べてしてもいいのかなと思います。じゃあこんな感じで準備はバッチリ。豚バラ肉に塩、軽く下味とこしょう、この辺をしておきましょう。 OK。 はい、それじゃあハリッサ作っていきたいと思います。ハリッサについてご紹介すると、ハリッサはアフリカの北の方にあるチュニジアとかあとモロッコとかあの辺の国が発祥の調味料で、パプリカをねベースに作ってます。マスはどっちかっていうとパプリカの甘みとか独特な香りにちょっと塩っ気が足されたような調味料だったんですけど、ハリッサに関してはニンニクと一味とかが入ってたりするので、味が割としっかりした味です。結構味のパンチは結構強いのかなっていうような印象です。なので早速ね作っていきましょう。使うパウダー系かなのスパイスが今回コリアンダー、クミン、これカレーでよく使うスパイスですね。あとパプリカ使います。一味唐辛子とあと生ニンニクすりおろし、今回チューブ使ってます。割とこの辺のねスパイススーパーで買えるもので作ります。そして、ちょっと酸味足したいんですけど、お酢であったりレモン汁だったり、この辺足します。で今回レモン汁使いたいと思います。そしてオリーブオイルで伸ばしていきます。分量をね1対1対1で作っていこうと思います。パプリカ入れていきます。パプリカ大さじ1ぐらい、大体スパイス結構ねたくさん作ってちっちゃい小瓶とかちっちゃいタッパーとかに入れて保存しておいてもいいかね。割と何でも相性いいです。豚肉につけたりキャベツにつけたり鶏肉もつけてもいいし。続いてコリアンダーも大さじ1入れちゃいましょう。どんどん続いてクミンもたっぷり、だいたい大さじ1ぐらい。はい。で続いて一味唐辛子もだいたい大さじ1ぐらい。バッと結構ね辛い調味料なので、お子さんはもしかしたらちょっと辛いってなっちゃうかなと思うので、料理にはかけずにつけだれとして大人だけ食べるとか工夫していただけるといいのかなと思います。続いてニンニクを入れます。ニンニクはすりおろしで小さじ1/2ぐらい、大体これぐらいでしょうか。で続いてレモン汁は小さじ1、はい入れました。続いてオリーブオイル小さじ1入れます。塩出します。小さじ1/2ぐらいですかね。はい、そしたらよく混ぜます。ぐるぐる。
この間作ったねマッサは割とサラサラした形状だったんですが、ハリッサは割と結構固形に近い感じに仕上がってるイメージが多いです。なのでこんな感じに仕上がりました。でね、ちょっとねオリーブオイル足しましょうか。もう少し柔らかくして、オリーブオイルはねご自身でお好きな粘度で調整してもらえればと思います。今回は結局大さじ2入れました。はい、これで自家製のハリッサ完成です。この後調理していきます。そしたらキャベツと豚肉の蒸し物を作っていきたいと思います。でキャベツのっけます。でね、ちょっと多いので何回かに分けて蒸そうかと思うんですが、これねハリッサが美味しすぎて半玉ぐらいだったら普通にペロって一人で食べれちゃう。とっても美味しい。で並べたところに豚肉バラ、これね先ほど下味をつけてます。塩コショウで。でね、ハリッサ自体が結構ね先ほどね塩を足しましたが塩味はある程度ある調味料なので、お肉とかにねしっかり下味つけすぎちゃうとちょっと塩辛くなっちゃうかもしれないので、ほんと軽くするぐらいでいいと思います。こんな感じ広げてのせていきます。そしたら酒を大さじ2ぐらいかな、ぎゅーっともっと入れちゃおうかな。あんまり気にせず大丈夫。そしたらあとは蓋をして待つだけ。ただ酒蒸ししただけです。特に何もしてないです。じゃん。はい、美味しそう、ヘルシー。はい、そしたら盛り付けていきます。はい、こんな感じ盛り付けました。あとはねハリッサを結構ね味しっかりしているのでそんなにたくさんね使わなくても大丈夫。こんな感じで全体的にポンポンと置いて、もちろんねつけだれとして食べても大丈夫。なのでね、食べ方はお好みで皆さんどうぞって感じなんですが、割とすごい味はしっかりしてます。なのでこれくらいでもバクバクキャベツ食べれちゃいます。これで春キャベツと豚肉の蒸し物ハリッサ添えでございます。召し上がれ。できました。ではいただきます。さあいい感じでございますね。すごいヘルシーだよね。なんだちょっと僕もね最近体重を気にし始めまして、こういう料理はすごい歓迎でございます。さあいただきます。うまい、めちゃめちゃうまい。これよ、ハリッサすごいいい感じで仕上がってます。やっぱりねこのパプリカの感じとあと一味唐辛子なんかがあるのでしっかり辛さの部分は感じます。あとコリアンダーとかクミンとかそういう、スパイス系加えてるので結構ね香りもすごく高い感じに仕上がってるのかなと思います。あとニンニク加えてるので結構やみつき味です。割と一人でもキャベツ半分ぐらいペロッと食べられちゃうんじゃないかなっていうぐらいの美味しさでございます。で今回ねキャベツと豚肉を蒸してハリッサ乗っけてるんですけど、豚肉を焼いたソテーしたものにねハリッサつけてみたり鶏肉につけたり、もちろんねいろんな野菜つけてもいいと思います。もちろんなんか味噌みたいな感じでねきゅうりをそのままきゅうりつけて食べてみたり美味しいのかなと思いますのでぜひ作ってみてください。ということで今回はモロッコ編ハリッサのご紹介でした。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。ではサラマティ。